少女時代、デリラはダンウォールタワーでパン職人の見習いをしていた。その数年後、彼女はソコロフの下で絵を描いていた。ティムシュ弁護士は彼女に肖像画を描かせて、彼の情報はこうだ。裕福な生まれの貴族で、当時は摂政伯爵のために疫病の犠牲者の資産を差し押さえていた。その上前で私腹を肥やしていたわけだ。だがティムシュ弁護士は自分の姪との間に問題を抱えていた。一族の財産についてだ。ラークは正しかった。まず姪と話す必要があった。彼女と叔父との確執は何かに利用できそうだったからだ。弁護士の姪に言葉を伝えると、彼女は他の誰も知らないデリラの秘密を知っていると言った。だが知識には対価が伴うと。驚くことではない。俺は彼女に会いに行った。まずはお買い物。治療薬5個と温調デルーンを確保。さてさて、これでミッション開始です。優しくしたから1時間くらい寝てるわ。トレバーズ路地でタリアが待ってるはず。光の壁を過ぎてすぐの路地で、目印は漂白されたドクロ3つ。ラークに教えてもらった通りに、ターゲット、ティムシュ弁護士の姪のタリアに会いに行きましょう。街みたいに静かだ。上の道路は敵がいっぱいいるので水中から移動するよ。温調で購入したルーンを目指して泳げば OK。今視察に来るから。まず全体をこのやり方にして。登って敵の様子を伺う。一人こちらに向かってくる敵がいるので、注意しながら、監視小屋の上にブリンクで登る。ロシア、アンドリー・ロスワイルド氏が市民は警戒を続け、不審な物や活動。監視小屋の上から、さらに屋根に登って、光の壁を突破する。このままタリアの元へ。ハッターズってギャングと揉めていて、倒したいところだけど、トラップなので一度スルーする。私なら穴が仕掛けてあるので、ブリンクで罠を突破。天井の電気あたりを狙ってブリンクすればよい。できるだけな。覗き込みしながら、タイミングを待つ。あと新しく能力。ベンドタイムを取っておく。そうすりゃ大儲けだ。繰り返しがつかなくなるわ。はあ、どんな風に。ラウドに会いに来たのよ。この後、目の前の敵が手前に移動を始めたところで、ベンドタイムを発動。順番に麻酔ボルトで眠らせる。左の敵は歩き出す前に眠らせると、下に落下して死亡するので注意。バッチリですね。あなたは彼の刃で。あとは、タリアと揉めているもう一人も気絶させて、タリアと会話。出任せを言うな。そう思う？でもあなた。ほら、来るって言ったでしょ？あら、腕利き暗殺者さん。デリラについて知りたいのね。おじは彼女の術中にはまっているから何も答えてくれないわ。だからお願い。おじを排除した上で彼の遺言書を持ってきてほしいの。見返りとしてデリラ・カッパースプーンについて知りたいことを話すし、手間賃を現金で払うわ。終わったら報告に来て。戻ったら鳩場で会いましょう。ハッターズのアジトに侵入していく。水道の上に登って、
左の壁に体をこすりつけながら移動すると、落ちずに行ける。2階の部屋の前の鉄筋までブリンクして、ホーム地区への鍵を入手する。誰かいるか？多額の賞金が与えられます。ベランダからパイプに向かってブリンクで脱出。降りる前に、警備員の位置を確認。距離が遠ければ降りて OK。降りたらダッシュして、海へ向かってダイブ。ルーンが落ちているので回収して、また戻る。あとはホーム地区の扉まで向かう。なんだ？いえ、扉の前には警備兵が2人いるので、扉までブリンクして、すぐさま扉を開けて移動する。ダウド、前方を偵察しろ。ティムシの居場所を知りたい。近くの建物の屋上に装備を隠してあるわ。ティムシの暗殺は検討していたから。知っている。町の半分が殺したがってるからな。今回のは金が入るぞ。この先で落ち合おう。ラークを見送ったら、目の前の荷物から建物へ潜入。ここにティムシュ弁護士の弱みを握る人物がいるので話を聞く。あんた、ダウドだろ？この地区にいるってことは、ティムシュの首を狙ってるんだな。何の用だ？復讐だ。ティムシュに復讐してやりたい。本人の書いた立ち退き通知で奴を宿なしにしてやるんだ。書類はすでに用意してある。殺傷伯爵による署名も偽造した。前に住んでたアパートに行ってくれ。ティムシュの屋敷のすぐ横だ。住所も渡すが、道からは入れそうにない。そこに計画の全容と、お前が必要としている情報を網羅した日記があるはずだ。だがあんたは仕事人だ。こっちも前はそうだった。ただでやってくれるとは思ってない。アパートを探せばいくつか隠しておいたものが見つかるだろう。前払いとして受け取ってくれ。ローランドが教えてくれた書類と日記を取りに行くよ。と、その前に、ラークの調査の結果を聞きに行く。焼いとは聞かないでしたが、念のため閉じ込めました。見覚えがあります。タリアが欲しがっていた遺言書は、3階にあるようだ。最上階のアトリエにも重要なものが隠されていそうだな。ロビーで自慢の仕掛けについて説明中よ。今回、ターゲットは1階にいるみたいだ。このミッションはターゲットの居場所と、遺言書のありかは完全にランダムになっている。ターゲットの排除の仕方は変わらないけど、遺言書だけ取り方が異なるので、後で解説します。必要な情報は入手したので、再度、ローランドのアパートへ向かいます。書類と鍵、それと日記を入手。やるべきことは2つ。殺傷伯爵から与えられている書類を偽造品とすり替え。
その上で地下室の空調に、リーパーの匂い物質を投入すること。報酬のルーンはきちんといただいておこう。いろいろやる前にまずは、最上階のアトリエに寄っておく。敵が一人巡回しているので、様子を見ながら、右側の小部屋へ。デリラの死、エミリーのことが書いてあるみたいだ。後ろから視線を感じる。デリラの像か。誰だ？知りたがるのも無理はないわ。私は変わっているから。幼い頃はジェサミンの友達。ダウンウォールタワーではパン職人の見習い。その後は画家として名を成したの。今は当然はるかに大きな存在よ。これで十分でしょ。納得なさい。黙って殺してしまうべきだけど、かつてあなたに一目を置いていた姉妹たちに免じて警告するわ。私に近寄らないで。じきに大いなる変革が訪れるけど、邪魔はしないこと。あなたの想像つかないところに私の息のかかった者がいる。アーノルド・ティムシュについては、あなたがどうしようが構わない。もう用済みよ。探してたのはその人？とんでもない女よ。絵もどうしようもない出来。探しているからには訳があるんでしょうけど。こいつがデリラか。何を企んでいる。まあいい。まずはティムシュの排除だ。このアパートにリーパーの匂い袋があるので入手する。あとアウトサイダーの祭壇もあるので、ルーンを入手。前から気になってたんだけど、奴は変な匂いがするわよね。腐った肉？野の花？どう思う？奴に話しかけられるときはいつもそれが気になるの。昔のよしみでもう一つだけ教えよう。あの弁護士は敵の弱点を見つける才能はあったが、デリラを甘く見たのが命取りになった。今デリラを見ているのはお前を除けば私だけだ。私には全てが永遠に見える。そして血と汚水の海の上で綱渡りをしている男が見える。女王は死に水位は上がりつつある。ロスワイルドを北の果て行きの箱に詰め込んだな、ダウド。血染めの手を持つ男にしては随分綺麗な仕事ぶりだ。女王の影響か？それともこれでこの先待ち受ける運命を避けられると？急いだ方がいい。ロープが足りなくなる。呆然としてる？勉強になったでしょ。予言めいたことを言っていたが、あいつの考えも読めない。何をさせたいのだ。いろいろ情報が多いが、やることは変わらない。地下室に入って空調を操作しよう。下の道路にも、警備兵が一人いるので、通り過ぎるのを待って、ブリンクで降りる。着地点を階段の手すりにするとダメージを受けずに降りれる。警備兵が戻ってくるのを階段の隅でやり過ごす。あとは地下室に侵入する。地
地下室にメイドが2人いるので、しゃがんでバレないように注意。このシャツを見て。ティビアの菌に違いないわ。ティムシュ弁護士は殺傷伯爵に仕えている。匂い袋を空調に投げ込んだら、ブリンクで貨物用エレベーターへ。そのままスイッチを起動して、1階に移動する。気をして厳格にね。不公平じゃ。ボイドゲイズで1階の様子を伺う。巡回している兵士がいなければ、玄関付近に移動する。ここでベンドタイムを強化して、ティムシュ弁護士の書類をすり替え。黒魔法のせいでサービスがエレベーターの方まで戻って、2階からティムシュ弁護士の最後を見学しに行くよ。待ちましょう。この悪臭は何なのだ。息もできん。おーっと、これはターンブル将軍、お待ちしておりました。どうぞ中へ。ティムシュ、ウィーパーの巣みたいな匂いだぞ。ここは大丈夫なのか？そのはずです。週に3回掃除が入りますから。ティムシュ弁護士、アーノルドとお呼びください。我々の中です。これだ。これで話が進むでしょう。摂政官からです。そういえばファーストネームをお聞きしてませんでした。なんだこれは。冗談か？何かおかしな点がありましたか？ティムシュ弁護士、これは摂政伯爵殿からの手紙で、日付は1ヶ月も前のものだ。疫病の蔓延により、君の住居を直ちに当局に明け渡せと書かれている。即刻応じなければ個人財産を没収するともな。1月前だぞ。まさか自分が法の外にいるとは言わんよな。まさかそんな。そんなはずは。弁護士殿、我が君を逮捕させてもらう。もし今回の訪問のせいで私や部下の誰かが発病したら、その首をもらうからな。違うんだ。書類が間違っているのだ。この目から出血したりする前に連れて行け。この屋敷も確保しろ。封鎖する。はあ。気絶した。どうする？触りたくない。病気になる。ひとまず目を覚ますのを待つか。こっちを見るな。発給ではこれ以上やれん。あまりのショックで気絶しちゃいましたね。ドンマイ。あとは遺言書だけど、1階の場合は入ってきた扉を戻って、ベンドタイムを使いながら取りに行けば OK。最上階の場合は、ここから向かいの建物のベランダへ移動して、外から侵入して取りに行く。今回は3台。一番手間がかかる。一度下まで降りて、地下のエレベーターから登っていくよ。ちゃんと言ったのに。ここがなぜかそのまま降りられないので、ブリンクを使おう。敵が複数人いるから、ベンドタイムで時を止めて、遺言書を回収する。回収したら、そのままベランダへ直行。妙だ。ティムシュは遺言状で自分を受取人にはしていない。レリラに相続させるはず。あとは脱出だけですね。アパートから最初のエリアに繋がっているので、そこを通っていくよ。正直逮捕がうまくいくとは思わなかった。まさに評判通りの腕前ね。
タリアがいたわ。約束通りの場所よ。来た時と同じようにブリンクで上を通っていくよ。王位継承者エミリー・カルドウィン様が未だ行方不明です。ここは敵も多いので、ベンドタイムで時間を止めて、海まで走り抜ける。ここまで来たら敵もいないので、タリアの元まで泳いでいけば OK。弁護士は敵に陥れられて、疫病の感染者として捕まった。これが約束の遺書だ。十分よ。むしろ好都合なくらい。話をする約束だったわね。叔父はデリラの術中にはまり、すっかり虜になっていた。彼女はソコロフの弟子になる前、塔で使用人をしてたの。そして画家であり芸術家でもあった。もちろん我が家よりも格下なのは確かだけど、叔父はすっかり心酔しきってた。でもやつれて私たちに夜通しろうそくを灯し続けるように言ったわ。彼は暗闇を恐れてたの。ある晩、みんなでウェイバリーボイルのところへ降霊会に行った。もちろん単なるお遊びでね。降霊会には死人しか現れないものだと思ってた。でも急にデリラがその場に現れたの。叔父は恐怖のあまり死にかけた。デリラはそこにいるようでいなかった。彼女は遥か遠くにいるみたいだった。古いブリグモア邸でヒーゼルに向かって名前を書いてたわ。ダウド、あなたの名前をよ。知っているのはそれだけ。探し物見つかるといいわね。失礼するわ。ティムシは終わりよ。浸水地区送りじゃなければコールドリッジ刑務所で腐るしかないわ。因果応報ってやつね。あなたのことを誤解してたみたいね、ダウド。用意はいい？帰ろう。無事にノーキルノーアラート達成ですね。次回のディスオナードは、アジトに戻ってきたダウド。そこでラークから襲撃を受けていると知らされる。監督官に囚われた多くの仲間を、能力を駆使して救助していく。しかし、その急な襲撃に、どこか違和感を感じるのであった。ここまで見てくれてありがとうございます。次回もよろしければ見てくださいね。